ねえ、ミミちゃん、使い方違うでしょ。貸して。もう、やっぱり、これは結局ダメですね。前と同じです。破られちゃいます、結局。もう糸が出てきた。ミミちゃん、破れちゃうよ。骨持ってどっか行った。ヨガマットちょっと1枚増やすことにしました。で、トイレはこっちに置いたんですけど、もうトイレバッチリですね。置いた瞬間にここでしてくれました。で、あとはここにもう1枚ヨガマットが来て、とりあえず床は OK かなって感じです。全然、これはカミカミして破ろうとするんですけど、これは大丈夫そうでした。おかえり。はい、みーちゃん、ここに。ねんねしてみ。はい、いいか、そうやるんですよ。そうやってひんやり気持ちいいってやつだよ。ここがいいんだ。こっちは使わないみたいです。そっちがいいの？寝てていいよ。いい子です。いい子。おいしいの？神。どうぞ、続けていいよ。ミミちゃん、奇跡が起きたぞ。ミミちゃん、雨やんだ。散歩行ける。久しぶりに散歩行こっか。ねえ、よし。行こう。レアなことが起きました。今もう1週間ぐらいずっと雨で、だって散歩か。オッケー。ちょっと待ってね。天気予報を見ても、もう1時間たりとも隙間がないぐらい雨模様がついてて、ずっと困ったなっていう風に思ってたんですけど、今ちょっと収まったみたいで、外を見たら雨止んでたんで、ちょっとミミちゃん連れて散歩行こうと思います。久しぶり。よし、行くぞ、散歩。ちょっと飼い主は服着てないんで、服着てから行きます。行くぞ。はい。待って。おいで。こっち。みーちゃんテンション上がってる。はい、こっち来てください。なんで逃げるの？よいしょ。やったね、みーちゃん。久しぶりの散歩だよ。部屋の空気をたまに入れ替えてあげたりとかはしてたんですけど、外をね、歩き回ったり走ってなかったんで、気分転換したい頃だったんですよね、みーちゃんも。やっとだ。よかった。今のうちに行かないと、多分1時間後にはまた降ると思うんで、なんかスコールとかがあるような国に住んでる気分です。よし、みーちゃん、行くぞ。散歩道具準備して向かいます。さあ、出てきました。風が強いね、みーちゃん。多分1時間以上前には止んでたのかな。床もちょっと乾いてますね、半分ぐらい。楽しみだね、久しぶりのお散歩。ポケモンに気をつけて向かっていきます。よいしょ。はい、みーちゃん行くぞ。今日は伸びるリードで行ってます。雨が降ってないからか、ちょっと人が多いです。こら、みーちゃん葉っぱ、はい、離した。どんどん前に進もうとしますね。いや、久しぶりに外出た気がしますね。心地いいですね。30分ぐらい散歩して、雨が降ったらすぐ帰ろうと思います。よし、行こう。いや、みみちゃんも楽しそう。で、この間、結構前だと思うんですけど、いつもおしっこしてたとこにおしっこしなくなった、これ何ですかって、視聴者さんも教えてくれたんですけど、結構いろんな理由ありましたね。なんか、自分の苦手なワンちゃんがそこにおしっこしちゃったりとか、自分より強いワンちゃんがおしっこしちゃったりとか、なんかおしっこの匂いでわかるらしいですね。どんなワンちゃんがそこでしたのか。あと、もともと自分がしたおしっこマーキングしたんだけども、雨で流れちゃってそこでおしっこするものだと認識がなくなったとか、いろんな原因があるみたいですね。でも今日しました。だから多分僕の予想だと、皆さんの危ない、カメム食べそうになってた意見参考させてもらいながら答えを出すんであれば、おそらく自分が苦手なワンちゃんがそこでおしっこをしちゃって、で自分のテリトリーじゃなくなったと認識したんだけども、ずっとここ最近梅雨で雨が降り続けていたんで、その匂いが消えて、またいつものスポットでできるようになったのかなっていうところかな。わかんないですけど、仮説を立てるとしたらそんな感じかなと。ゆみちゃん今日はルンルンですね。人いないんでちょっと泳がしてあげます。止まってみよう。これじゃ伸びません。ゆみちゃん行くよ。
ではちょっとここからは人が多くなるんで一旦カメラ止めてみーちゃんの安全配慮しながらお散歩爆心したいと思います。では行ってきます。みーちゃん、はい、車来るよ。ずっとクンクンしてる。あ、気になった。ねえ、なんで座ったの？向こうに行きたいみたい。はい、こっち行こう。行こう。はい、いい子です。まあ30分ぐらい歩いたんでもう帰ろうと思います。せめて家の近くにいないと急に雨降ったらちょっとめんどくさいことになりそうなんで帰宅。よし、さあポケモンチェックだぜ。耳の裏とかにねいるみたいなんで気をつけて。怖いな。前回ポケモン見つけてからもうなんかちょっと怖いですね。いたらどうしよう。大丈夫か。あ、もう大丈夫だね。よし、帰ろう。行こう。よいしょー、ただいまー。疲れたね。さあみーちゃんは足拭きながらもう一度ポケモンチェック。よいしょ。よしよしよし。外と中で2回ずつやったらさすがにね持ち込まないと思うんで、ゆっくり顔見して。耳の裏大丈夫ね。手を逆さに見ながら。オッケー。鼻周り、顔周り、口の下、口の側面。はい、オッケー。顔オッケーね。体、はい、右足オッケー。左足 OK。ボディ、足、内側、外側、内側。OK。じゃあひっくり返して足拭きながら最終的にチェックしてあげておしまいです。よし、はい OK。ご褒美くれって顔してる。じゃあみーちゃん目もちょっとやらして。目。どこだったっけ。1個。よし。さあ、ボーロいる？ボーロ。食べる？よし。おいで。はい、おいで。座れ。こっち。座れ。お手。反対。お手。こっちこっち。鼻じゃない？お手。反対だとこっちこっち、こっち、こっち。よし、もう一回やろう。座れ。お手、よし、おかわり、オッケー、鼻、オッケー、顎、オッケー、顔、よし、オッケー。はい、美味しかった。はい、いい子でした。あっちー。もうちょっとしたらご飯あげるからちょっと待ちな。少し休んでご飯タイムです。違う、反応しないでくれ。ごめん。違う、反応しないで。これで遊んでくれ。うい。はい。一人で遊んでてください。どうしたの？久しぶりにそん中入って珍しい。今ミミちゃんの俺がここ通ってたからかな、これ僕が枕にしてスマホいじってたんですよ。そしたらこん中入ってきましたどうしたの？入ってった。珍しい。そういう気分みたいです。ここに入るのもうどれぐらいだろう、3、4ヶ月とかかな。それぶりですね。自分で入ることなんかまずなかったんですけどね。大丈夫？楽しんでください。気に入ったみたいです。なんかご飯いる？ご飯食べようか。ご飯いる？出ておいで。じゃあご飯食べるよ。じゃーん、これを用意しました。ちょっと離れて。さあこれは何かというと、もう皆さんご存知の通り、こちら早食い防止のお皿です。なんかおまけみたいなのがついてますね。スプーンと指歯ブラシみたいなのが。で、ちょっとこれ一回洗ってあげて、んちゃんのご飯にしようと思います。初めて使う。どうなんだろう。はい、みーちゃん、座れ。はい、待ってね。待てだよ、待って食べられた。はい、座って。待ってだよ。おお、こんな感じなんだ。こんな感じですね。洗いにくかったな。いつもはこっちなんですけど、おお、どれぐらいかかるんだろう。はい、座ってください。はい、じゃあよし。さあどうだろう。食べにくいのかな。
ちっちゃいやつがなかなかなくて、これでも探したやつの中で一番ちっちゃかったんですよね。普段がこのサイズなんで。あ、でもなんかちょっと効果ありそう。早食い防止のお皿もデコボコが多くて、食べれなすぎないっていうのもダメ。でも出っ張りが少なくて、食べ過ぎてても意味がないっていうところで、これがなんかちょうどバランスいいよっていう風な歌い文句でした。で、ちょっと買ってみたんですけど、サイズも、ああ、でもいいかも。ちょうどいいような気がする。一生懸命。なんか姿勢が前のめりになってる。そんなに変わんないかな。ちょっといいかも。でも普段だったらもう食べ終わってるはず。なるほどね。周りの部分は外周ぐるっとしたら何も邪魔になるものがないんでスッと食べるんですけど、足大丈夫みーちゃん大丈夫大丈夫。はい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 もうないよ。なんか逆に食べれないから急いで食べようとしたのか、思いっきり喉詰まらしてましたね。もうないよ。台の上登ってまで。周りは食べやすいけど、ここのね、この辺がちょっと食べにくそうだったんで、普段よりは時間かかってるかなって感じですね。まあ、もうちょっとかかってもいいような気もするけど、そこそこな感じですね。危ない危ない。水こぼれちゃう。あ、もうこぼれてるじゃん。はい、じゃあこれおしまい。新しいお皿だからね、ちょっと違和感を感じてるのかな。洗ったんで水がついてるんで、それを舐めようとして。何してんの早いね、右手。おもちゃだと思ってるおもちゃだと思ってるな、これ。新しいものにすぐ興味を示すんで。ゆみちゃん、噛もうとしてる。どうにかつかめないか。ねえ、猫みたいになってるって。必死すぎる。ゆみちゃん、それつかめないから、諦めて。はい、おしまい。これをちょっと片付けます。はい、ごちそうさまでした。そうだ、せっかくだったら、今、みみちゃん喉詰まらしたじゃないですか。あれが長く続いたらずっと苦しんで、最悪の場合窒息死とかする可能性あるんで、そういう時どうやって吐かすかって教えてもらったんで、ちょっと共有しておきます。まず、ワンちゃんは基本的に足ついてないと吐けないみたいなんですよ。なんで、中型犬、小型犬は、こうやって、ここ、ピースサイン作って、こうなる状態をちゃんと下でキープしてあげて、ここをこう、行くっていう感じですね。ここ、ワンちゃん、ここの骨が出っ張ってると思うんで、その下、この辺を、こういう猫の形に手をして、ここをボンボンボンって叩いてあげる。そしたら吐けるみたいです。で、これする理由は、この状態だったら頭殴っちゃったりとかしちゃうんで、なんかこうやってうまくここだけにちゃんと叩けるように。まあさっきだから軽くちょっと叩いてあげたんですけど、まあ飲み込んでたんで大丈夫でしたね。これが背部コーダ法っていうみたいです。ここの第2胸椎第3、4ぐらいのところをこうやってトントントンと左手はこう支えながらちゃんと出れ上げるように。これが一つのパターンで、もう一個がちょっとね、カメラ手で持ってるの難しいですけど、こうやって左手こう右手こうしてで自分が覆いかぶさってギュッギュッてちょっと横からやります。こういう状態でこれをグッギュッギュッて手を離さずバコンバコンってやらずに、もう体を持ったまま圧縮するイメージ。ギュッギュッギュッ覆いかぶさりながら口元確認してっていう吐かせ方があるみたいです。これがチェストなんちゃら法、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、覆いかぶさって口元前横から見ながら吐かしてあげるっていう、圧縮してね、ここをギュッギュッと両手で、その2つのパターンで吐かしてあげるのがいいよっていうことでした。なんか喉詰まらしたりとかね、あと食べちゃダメなものを食べてしまいそうになった時とか、食べた時とか、そうやってやってみてください。僕も何かあったらそうします。ということで、ごちそうさまでした。飼い主はお風呂行ってきます。ゆみちゃんとカフェに来ました。おい、隣のお客さんにちょっかいかけてますまあ知り合いなんですけど、ゆみちゃんを可愛がってくれてる先輩です。ゆみちゃん楽しいね。激しい。ゆみちゃんこれ高いの怖くないの？あなたと違うって。色考える。食べ物ないよ。どうしたの？なんでここ座るの？なんで膝の上座るの？みんな落ちるよ。高いよそれ。怖いよ。足スースーしない。ゆみちゃんのお水が来ました。お水飲みなよ。探索中。美味しい匂いがするんですよね。ハンバーガーとかの僕はレモネード足びちゃびちゃになった。トイレしていいよ。ここダメだ。足見して。もうびっちゃびちゃ足。みーちゃん、ボーロいる？どいて。向こう行って。向こう行って。みーちゃん向こう行っていい？みーちゃんおいで。みーちゃん呼ばれてる。みーちゃんみーちゃんの好きな先輩です。みーちゃんにこれでもあげます。振りき方尋常じゃないね執着がすごい。みーちゃん今のいるの？はい、じゃあ先輩にもらおう。あ、いい子だ。お座りした。みーちゃんこっち持ってないよ。みーちゃん
こっち持ってないってみーちゃんがあーできた。待てボールもらいます待て。吉高君、吉野君、吉正、吉田さん、吉高君、えらい吉尾君、よし。あれあれよし。できたね。美味しかった満足かいやっぱ新しいとこ来たらそわそわが止まんないですねみーちゃん虫がいっぱい出たねさっきびっくりしたねもうちょっとして帰ろうか眠たくなったでしょみーちゃんちょっとお眠になってきたんでそろそろ帰ろうと思います今タクシー待ちです雨降ってるんで帰ろうはい、みーちゃん、おかえり。よいしょ。どうぞ。なんとか言ってたの。向こうのお店ではお水飲まなかったのに、緊張してたのかな。いっぱい飲むね。ちょっと待って。リード外して服脱ぐよ。はい。で、みーちゃん、服脱ぐよ。はい、オッケー。よいしょ。帰ってきたね。やっと落ち着けるね。じゃあ、みーちゃん、ちょっとお眠だと思うんで、寝かしてあげようと思います。寝るか。そこにいたら寝れないんですけどみーちゃんちょっと頭のとこ邪魔なんですけどそこがいいのちょっとずれて寝ますおやすみ